蔵が完成したんでアプローチを作っていきます。枠で絵柄を、山道路を作っていきました。山のイメージのところにある道路、今回そこにちょっと灯籠を作ろうかなと。ちょっとこの梅がちょっと構造的に邪魔になっちゃうんで、これを移植します。ちょうどこういう形なんで、前作ったここは空間がちょっとパッて開いちゃうんで、ここからこうやってもう庭園にかぶせるっていう。そうすると庭園自体がこの辺がちょっと縛りが良くなるかな。ちょっとプラスアルファしていきます。次は蔵が完成したんで、蔵まで導くアプローチを作っていきます。だからそのためにちょっとユンボでですね、ある程度整地して、いらない木とか、それからあと使う木は裏の方に持ってったり、それでこれ採石共同的に駐車場と同じような、ひょっとしたら車が入るかもわからないんで、ここはそういう形でやっていきます。アプローチつっても遠路っつう感じじゃなくして、一面に柄をつけていくという考え方です。その形をやっていきます。はい。アプローチの枠、ベタ打ちで全部この広さを普通にあって、切り石の大きなやつを並べていくっていう感覚で、一つの切り石がこんだけの大きさで、やはりここにコンクリートを打ってで仕上げていく。で蔵と同じような洗い出しで表現していこうかなとは思って、ほとんど枠で絵柄を、で枠同士の間を一応10センチぐらい開けた形でこう模様にしていきますから、コーナーだけちょっと丸みをつけた形で仕上げようかな。ちょっとコーナーは丸みを設けます。
し風呂。これがもう、まあ日本でいう昔の、まあ、鉄平石ですから、今はみんな、輸入物なんです。このぐらいの量かな。入れ石を置きます。ここで仕上げていくんで、最後。わかります。これで
ちょっとうちの若いやつにお客さんの親戚から石をも外して持ってきたんですけど、これが崩れてたんですよ。で石だって自然石だと思って全部運び入れたら、見たら灯籠のセットになってた。でこれがまあ山灯籠っつって言いまして、まあ砂岩石で柔らかい石でこうやってまあ山灯籠っていうようなこういうちょっと山のイメージのとこにコンとある灯籠、そうこれが分解されて崩れてて、もうほら石質が違うじゃないですか。これは砂岩で、したらなんだこれ山灯籠じゃねえかっつって、でここで組み合わせたんです。だからちょうどこの辺を一番向こうとの庭園の方の滝口、やっぱここがちょっと山の雰囲気というような形で、これで完成です。一応これで蔵に対してのアプローチが完成しました。そうですね、ちょっと他のと移植したり、なんか順番にこっちを攻めていかなきゃいけないんで、一つの大きな平板という形で、まあ1日洗って3、4個ぐらいかできないんで、まあそれでちょっと時間がかかっちゃったんですけど、はい。ここは最終的に車がまあ入るという形で言われてたんですけど、土間をベタって打っちゃうよりは、このぐらいの大きな切り石をこう平板のように貼るような感じでボリューム感としたら合うかなということで、最終的にはもう緑を入れます。だから大木の周りとかああいうとこもちょっともう少し緑がドンと入りますから、そういうので色合いをつけていきます。で今こちらの方は、移植した植物だけ、株物だけは植えましたけども、まあ梅とかそれからさつきとかそういうものに使えるものは一応使いましたけど、最終的にはグラウンドは苔で、今まで瓦塀で反対側は裏みたいな感じでしたけど、今度はこっちからしたら表になるんで、瓦塀自体がちょうど中心になって向こうの庭と苔でつなげるっていうことになると、結構大きな広がりの庭園の形になります。もう移植でね、どうしてもやっぱし放置してあったんで、相当もう暴れてたんで、まあ梅をほとんどこう切って太いとこで、これから吹いた時点で仕立てていくという感じになりますね。ここで一応アプローチは終わりです。